皆さんこんにちは、南です。この日は6月の25日。今回の連休は前日に決まったので、あれこれ考える間もなく、とりあえず近場でキャンプをしようと、ほぼノープランのキャンプです。天気予報は雨。なんとか降り出す前に設営を終わらせたいとこですね。なので場所も同時で一番近い新戸キャンプ場へ向かっています。新戸キャンプ場のチェックインは8時半なので、先に設営してその後買い出しに行く段取りにしました。チェックイン済ませて設営です。今回選んだサイトは下流側のここ。特に理由はありません。なんとなく雰囲気が良かったので。そしてテントはユージャックのサーペント LT。 雨キャンプにはもってこいのテントです。早速雨が降り始めました。こいつは急がないと。設営中の気温は28度前後。雨も手伝って蒸し暑い。結構大汗かきました。設営もほどほどにして車で10分ほど戻ったところにあるマルエツ見かけ店で買い出しです。適当に買い出しも終わらせて、さあ追っ始めましょう。12時48分。気温の方がですね32度32度って感じですけどね。いやー暑い。まあいろいろとね喋りたいこともあるんですが、まずは気を落ち着かせるためにね、乾杯といきましょう。あれ、よいしょ、グラス冷やしてます。ほんでもって本日は札幌黒ラベル。今日入るか。おー、入った。では乾杯。しみる。本当にしみる。設営中結構な雨に降られまして、まあ苦労しました。はい。まあそれでしかもねこの気温ですから、もう大汗かいてね、ちょうど良かったんですよ。それでほら買い出し行く間車乗ってエアコン当たれるじゃないですか。これはちょうどいいやつって言って、で帰ってきてね、さあ追っ始めるかっつったらこの天気ですよ。おかしいよね。今日ずっと雨のはずなんだけど、もうなんかの罰ゲームかっちゅうぐらいそれで設営中ね思ったんですけど、もうこの時期でこんなにやばいのかって感じですよね。もうすっげえ汗かいて、蒸し暑くてね、雨も降ってたっていうのもあるんですけど、気温はそんなに上がんないかと思ったらもう、ね、その時からもう30度近くあったんで、
ちょっと思ったんですけど、こうやってねキャンプ中はね NG だと思うんですが、マナー問題とかよくあるじゃないですか。車のエンジンかけてとかね。そうは言ってもですよ、この気温とこの蒸し暑さで設営中だけはね、常識外れな早朝だ、夜だっていうのはもう論外ですが、普通の時間帯であれば、ずっとかけっぱなしはダメですよ。エンジンずっとかけっぱなしはダメだと思うんですけど、やべえあっちと思ったら、それこそね熱中症とか命にも関わりますんで、そういう時はねちょっとエンジンかけてね 4,5 分エアコンに当たってね水分取ってっていうのはね、もうしょうがないんじゃないかなって今日思いました。まだ6月半ばですよ。6月も終わりかね、25日だから、6月まだ7月にもなってないのにね、今日思うんだから、これがもう8月9月になったらもうなおさらですよ。そうそれともう一つ、そうだ、用意したんだよ。よいしょ。いやこういう時は冷蔵庫あると助かる。これね、表のこうです。これいい。これとかいいね。特に頭ねぼーっとしちゃうんで、いやこれいいな。この氷のっていうんですか、これね。これはこれからの時期ちょっと用意しておいた方がいいですね、本当。であと私冷蔵庫使ってるんで、そういう時にね何がいいかっつうと、危ないこの冷やしタオル。ちょっと緩く絞ったね濡れタオルをこの冷蔵庫入れとくと最高ですよ。でこれをねまた今日ソロだからこのまま入れちゃおうか。普通だったら洗うんだけどね、冷やしとくと。何してもこの氷のはすげえやすっげえ気持ちいいね。今回装備の紹介シーンを撮ろうと決めてたんですけども、暑さでボケたのか説明するシーンを撮り忘れたので、編集中の南がお届けします。まずは冒頭紹介しましたが、テントは U ジャックのサーペント LT ソロ用のサーペントですね。これの二回りぐらい大きい TC 生地のバージョンもあるんですが、それは主に冬使いますか。今回は雨ということもあってこの LT をチョイスしました。テーブル、最近使い始めたアルペンアウトドアーズのアルミユニットテーブル88、今回から若干オプションを追加しております。テーブルの先っちょに生えているランタンスタンドですが、これは逆さまにして使っています。本来はテーブルに置いて使うスタンドですが、上端がネジになっているのでクランプを取り付けてテーブルに固定しています。なので天板を乗っけているところが実は足です。天板にしているのはパール金属のミニゴトクです。チェアはいつものコールマンコンパクトフォールディングチェア、その向こうがボージ RV の22リッター冷蔵庫。右に並んでいるのがキーストーンのマーキュリー蚊取り線香ホルダー、ワークマンのアイスコンテナとゴミ箱にしているコールマンのポップアップボックスです。寝床はコールマンのインフレーターマットにタオルケットかけて暑いのでシュラフは出してません。左に並んでいるのが、主だったものだけですが、手前からジャクリの708、ポタデンですね。そして後編のネタバレになっちゃいますけど、日本酒が置いてあって、
その向こう小さいのがスパイスボックス、一番奥に確か35リッターくらいだったと思うんですけどソフトコンテナがあって、細かいものをガサッと入れてます。それらを乗っけてるのが、キャンピングムーンのフィールドラック。そんなとこですか。新藤さんね、新藤キャンプ場、ここは標高が低いんですよね。だから余計170メートル、だから余計ですけどね。だから本当はねっていうか、もうちょっと上行こうかなと思ったんですね。例えば道志の森とか、この前行った長俣さん、椿荘、いろいろありますけど、明日がまたアメテッシュになっちゃうかもしれないっていうことでね、ここは今レイトアウトね、一泊ソロ3000円でレイトアウトが夕方の16時まで、そんなにはねいないんですけどね、普通考えたら昼過ぎとか1時にはもういなくなっちゃうんですけどね。それぐらい時間も余裕があるし、まさかこんなに暑くはならんだろうとか思ったらそのまさかですから、暑さに体を慣らすにはちょうどいいのかねってポジティブに考えるとそういうとこなんですけどね。よっ。2時半ね、まだまだゆっくりしてるんですけど、ここでちょっと昼間一ネタです。今日ね設営するときに使ったハンマー、ペグハンマー、これ私一応はねアンバサダーやらせていただいてるんで、ごひいきにしてるんですけども、ユージャックのピークスハンマー、いわゆる軽い軽量ハンマーですよね。叩くのとこう抜くのと、これ一本でやれるやつ前にもレビューしたことあるんですけど、ちょっと気がついたんですよ。いわゆるペグハンマーってとかく打撃力ね、こんなに軽いのにこんなぶっといペグ打てますみたいな、とかくね打撃力に目が行きがちなんですけど、実はそれだけじゃないんです。この軽量ハンマーのメリット、今日気がついたんですけど、要は簡単に言うと、丁寧に打てるんですよ。丁寧に、なんでかっていうと、今日は細いね18センチのチタンペグですけど、それでね設営してるんですが、チタンペグなんで普段使ってるのはこれが、私の持ってるハンマーの中サイズです。この上の大サイズもあるんですけど、大サイズは大体が巻き割りキンドリングクラッカーで、ね、巻きを割る時の、3キロのハンマーを持ってるんですが、これは何キロなんだろう、分かんない。でも約1キロ 0.9 キロって書いてある。約1キロ、これも結構な打撃力ですね。
で何言おうとした？そうそう、打撃力に関してはもうこっちの方が全然上、でこのピークスハンマー、これが200何十グラムかな、あんまりいい加減なこと言うとあれなんでテロップに出しておきますけどね、非常に軽い。だけど例えば単造ペグ28センチとか30センチの単造ペグもなんとか打てる、なんとか打てるっていうか普通に打てるよね。かなりこうフルスピードは必要になってきますけどね、やっぱ軽いんで。どうしたってそのハンマーの重さとそのハンマーを振るスピード、もうこれはなんか物理学になるのかな、私はちょっとよく分かんないですけど、それに縛られてるもんなんで、ただこの200何十グラムのこのハンマーでも普通に打てるんですよ。でところが今日思ったのは、細いペグ、軽いペグ、それを打つ時にこっちの方が全然いいな。それは当然ペグ自体も細いから軽いハンマーでいいんだけど、そうじゃなくて丁寧に打てる。丁寧にこっちのね重いハンマーで丁寧に打とうと思ったら余計大変なんですよ。これが重いだけに、重さに任せてガーンやるのはすごく楽、だからそういうね、太い長い単造ペグとか打つにはこっちの方が逆にこのピークスハンマーよりも楽なんです、絶対に。だからこういうの使ってるんですけど、こう思いっきり打ちつけなくてもこの重さでボンボン入っていくんだよ。ところが細い軽いペグ打つ時は今みたいなねでっかいペグハンマーで打ったらもうペグの方が負けてすぐ曲がっちゃうわけですよ。特に、テントにこう付属してるねペグなんかはもうすぐぐにゃっといっちゃうじゃないですか。そういったペグでも丁寧に打つことで普通に打てるっていう、そういうメリットがあるんですよね。軽いからこう振るのも扱いやすいし、だからこういうアルミのねペグ、これなんかねこっちのペグでやったら一発で曲がりますよ。本当にどんなにまっすぐやってるつもりでも、すぐ曲がっちゃう。ところがこういう軽いペグね、弱いペグでもこういう逆に軽いペグハンマーを使うとこうそーっと打っていけるのね、地面の硬さとかそういうのもありますけど、今日ちょっとこれをね今打ってみたんですが、結構震度3地面硬いんですけども、これでね丁寧に打つことで多少時間はかかりますけど曲がらずにねきっちり打てる、そういうメリットがあるんです、この軽量ペグハンマーには。で何も打撃力だけじゃなくて、そうやってこうそーっとね丁寧に打つメリット、それもあるんですよね。だから私みたいにね車でね移動してる人は逆に言ったらこういう軽いペグなんかほぼ使わないんで、必要ないといえば必要ないんですけど、ただこれペグを抜く時に抜きやすいんでね常に持ち歩いてます。だから例えばバイクの人、自転車の人、徒歩の人、やっぱり重さって重要じゃないですか、持ち運ぶ重さがね。だからそうするとペグもこういう軽いペグ、細いペグを常に持ち歩いてるかと思うんですけど、そういう時にねやっぱこういう軽量ペグっていうのは威力を逆に発揮する、特に徒歩キャンパーの人なんかペグね、もうそれこそグラム単位で軽くしたいじゃないですか。だからペグもそんなにこう予備とかね持ち歩かない、必要最低限のものしか持ち歩かないんで、そこにこういう軽量ペグっていうのはねかなりのメリットがある。もう丁寧に打てる、扱いやすい、そういうメリットを今日発見しました。軽量化っつったらねこのペグハンマーすらも持ち歩かないで、いやペグ打つ時はその辺の転がってる石でやるよ、それから地面が柔らかければね手で刺す、足で踏むとかね、もうそれで十分じゃん。確かにそうなんですけど、それがこう叶わない場合っていうのも
まあまああると思うんです。で特に石を持ってねこうガン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 やるのって、あれ石がもう平らじゃなかったりするんで、意外とこうグキッとかやったりとか、こうなんかこう手を打ちつけたりとか私はこうあんまりやらないんで、昔やった時にねやっぱりね指を痛い思いしたことがあるんで、それだったらまあこれ200何十グラムなんで、これ1本あれば、あとはこうねこうやって引っ掛けてこう抜く時に、まあそれなりに頭出てなきゃダメですけど、そういうペグ抜きとしてもね、いいんで、ね、このユージャックのピークスハンマー、これはまあ私がアンバサダーやってるから単純にひいきにしてるとかじゃなくて、もうダメなもんだったら社長なんだこれって言いますから、私はこれじゃダメだろってね、それは言うんだけどね、これは使ってて本当いいな。前はこんな軽いんだけどこんな太いペグも打てますなんていうレビュー動画をね上げたんですけど、まあ今日的にはね気がついた、丁寧に打てる、ね、軽く打つのが得意、そういった部分でもこのピークスハンマーは、正直おすすめの一品ですね。もう忖度なし、忖度なしっていうセリフはね意外とチープっていうかなんつうかそれいやとかね、なんか最近そういう感じですけど、本当そうですね、これは。さてと、もう6時ですよ。カメラだとね結構明るく映っちゃうんでねあれなんですけど、まあ昼間の天気もびっくりですけどね、もう降らないのかなと思って予報見たら、もうとにかく予報はずっと雨なんですよ。でもだから雲が切れ切れなのかな。でもだいぶとね厚い雲も出てきてるんで、今日はね、焚き火はなしで、というのも今日張ってる幕がユージャックのサーペント LT なんですよ。河川の幕で、この前のねサーカスみたいに TC じゃない、TC も本当はね TC も本当はダメなんですけど、さすがにこの幕でねこの辺で焚き火っていうのはちょっと怖いんでね、もう雨も降ってくるはずなんでね、なので代わりと言っちゃなんですが、このオイル化したウコさん、これをね生の火が何にもないのはちょっと寂しいんでね、本当に小さい火で過ごしたいと思います。野煙なんだけど、この氷がね溶けなくて、ね、氷水を飲みたかったんだけど氷が
溶けないけど、氷足すか。氷足してね、オンザロックビアーといきますか。まずは全然泡立たない。キンキンだからね、ビールも。よいしょ。ではでは、野猿の乾杯。乾杯。キンキンだよ。あれ、雲切れてきた。いやでも油断できねえな。はい、まだ明るいですが、夕方6時も過ぎて野猿がスタートしたところで、ひとまず前編を締めさせていただきます。今回突然の連休からノープランという割には喋るネタがある南でしたが、後編も喋りまくりますすいません。人との会話は正直苦手なんですが、なぜかカメラには喋れるという、なんでですかね。そんな個人的なことは置いといて、後編は多分8年以上ぶりなつまみと日本酒で野猿を楽しんでいきます。朝もお初のものが登場します。頑張って編集しますので、今しばらくお待ちください。今回もご視聴ありがとうございました。また後編でお会いしましょう。それでは。